はい、アラウンドビューカメラがつきました。これでね、だいぶ周り見やすくなると思います。キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。ちょく映ってたんで気づかれてる方はいるかもしれません。オールアラウンドビューっていうやつですね。つけました。今日はそれの調整をやりたいと思ってるんですが、はい、実はね、このアラウンドビューカメラ最初から取り付けるつもりでした。時々ね、他の作業をしてる時にカメラが映ってたんで気づかれてる方もいたかもしれません。断熱材を貼ったりエアコンをつけたりする関係で、前と後ろの2台のカメラだけはだいぶ早くにつけてたんですね。まだ内装がこんなだった頃、去年の秋の話なんですね。前方カメラは特にね、傾斜があるんで取り付けるのが困難だったんですけども、このね、吸気口の蓋のところに取り付けました。後方カメラはこのブレーキランプの下、窓との隙間ですね。これが前後左右4箇所につくんですけども、フロント、内張りの方を戻していきたいなと思ってるので、ここですね、この辺りに先につけておきたいと思っております。でですね、ここはこれ通気口になってるんですけど、とりあえずちょっと一旦外してね、洗っときました。中側はですね、ここが通気口の内側、そしてその下、この下にここに穴があるの見えるかな。この穴がプラスチックの板を留めてた穴ですね。だからこの辺に線が出てくるようになります。そしてね、ここの運転席側の内張りは元々のものを使おうと思ってるので、断熱を貼ってね、戻していきたいと思っております。とりあえず穴を開けたところはね、タッチアップしときます。
リアカメラここにつけたいと思うんですけど、ちょっと微妙に1ミリぐらい隙間がありません。ということでロングを1ミリ切りたいと思います。これでいい感じで収まりそうです。ここも一応ねカッターの刃が立って傷がいってたらそこから錆びるんで、念のためタッチアップしときます。通りません。ちょっと斜めに入れないと通らないんで穴を大きくします。
前後のカメラを取り付けてからこの側面のカメラを取り付けるのにね、随分時間が経っちゃったんですけど、実はねカメラの高さが低すぎて、この雨どいレインガーターっていうらしいんですけど、それが邪魔で下が映らないということが分かりまして、どうしようかなっていうので悩んでたんですね。それでね、もうこのカメラを取り付けないと内装が次に進めないというところまで来てしまったんで、切羽詰まってね考えました。厚さ1センチぐらいのプラ板でスペーサーを作ってカメラの下に挟み込むことにしました。それを取り付けたところがこれですね。はい、そしたらねこのプラ板でスペーサーを作っていきたいと思います。はい、スペーサーが完成しました。あとはね車の方穴開けて取り付けたいと思います。はい、そして右側面のカメラもこんな風に取り付けが完了しました。はい、アラウンドビューカメラ、こんなテープがついてたんですね。これ粘着テープだったので、こんな土の地面には貼れないんで、寸法を測って、ペンキで地面にこういう風に印をつけてキャリブレーションを行いました。こっちもねこんな感じでね、ずっと周りテープを貼る代わりにペンキで印をつけて、はい、これぐらいでどうかな。
そしたらね、まあこんな感じでだいたいいけたんじゃないでしょうか。はい、ラウンドビューカメラね、設置完了して再調整とかねやり直しました。それであと設定とかもねいろいろあったのでちょっと触ってみたんですけども、前よりだいぶね見やすくなりました。バスのね絵とかも他のやつに変えてやり直してみたんですけど、まあなかなかねマイクロバスにぴったりのはないんで観光バスみたいなやつになっちゃってるんですけど、こんな感じですね。こんな感じのバスに変更しました。リモコンが効かなくなったぞ。熱暴走？これはリモコンの電池がなくなったってことかな。よいしょ。CR2032がラス1でした。注文しとかな。はい、これでいけるかな。あ、いきましたね。電池切れでした。はい、こんな感じでね周りからぐるーっと見れるんですね。これが設定画面ですね。で、まだ繋いでないんですけど、ウインカーのラインとかその辺つなぐと曲がるときに左ウインカー出すと左の方が映ったりとかね、なんかそういう機能もいろいろついてるみたいです。面白いですね、なかなかね。ちょっと微妙にね角っここの辺やっぱり目が荒くなってたりするんですけど、でちょっとねこの辺とかね歪むんですよね。これはどうしようもないのかな。このアラウンドビューカメラ面白いですよね。自分のこの車から撮ってるにもかかわらず向こうから見てるようなね景色が映るんですもんね。なかなか面白い技術ですよね。で向こうから自分の車を透かして反対側を見るとかね、こんな面白いこともできるんですね。これでね安全確認もねしやすくなったんじゃないでしょうかね。じゃあ今回はこの辺で、それではまた次回の動画でお会いしましょう。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。旅、車中泊、キャンプ、登山の動画はアウトドアアクティビティのチャンネルにアップしています。ぜひこちらのチャンネルも見てくださいね。チャンネル登録も忘れずにお願いします。